イケメン揃いの BTS の中でも圧倒的なビジュアルを持つテテ。キリッとして見えますが、実際は不思議ちゃんで、みんなが困惑してしまうような予想外な行動や天然な発言をよくしており、その発言はテテ語と言われているほどです。そこで今回はテテ語ことテテの珍発言をまとめてみました。この記事を読めば、テテが4次元や5歳児と呼ばれている理由もわかりますよ。テテの名言。珍発言。テテの珍発言を5つご紹介します。BTS のリアリティ番組での発言から ライブ放送中の発言、コンサート中の発言まで、様々なシチュエーションでの珍発言がありました。最初は困惑すると思いますが、言いたいことがわかれば、笑ってしまうこと間違いなしです。牛乳配達やったことがあります。給食の時間。2014年に韓国で放送された BTS のリアリティ番組、防弾少年団のアメリカンハッスルライフ。この番組で、テテは牛乳配達やったことがあります。給食の時間という珍発言をしたんです。防弾少年団のアメリカンハッスルライフでは、BTS がヒップホップを学ぶという目的でアメリカを訪れ、ヒップホップミュージシャンのウォーレン、G やクーリオなどからヒップホップのことを学びました。その中で、ジン、J-HOPE、テテの3人でアルバイトの話をしていたシーンがあったんです。まず、ジンが J-HOPE にアルバイトをしてみたことある？と聞き、J-HOPE がアルバイトはいろいろしていました。チラシ配りとか、と答えました。続いて、J-HOPE はテテにしたことある？アルバイト、と聞きます。そして、テテは、僕は牛乳配達をしていました。やったことありますか？牛乳配達のアルバイト、と言ったんです。これに対して、ジンは、僕はやったことないな。牛乳配達は本当に大変そうだね。と言い、J-HOPE は牛乳配達ってどうやってするの？と聞きました。確かに、牛乳配達のアルバイトは、朝が早そうで大変そうなイメージがありますが、実際にどのようなアルバイト内容なのかが気になりますよね。すると、テテは小学生の時にしました。と言ったんです。思わず、ジンと J-HOPE は本当？小学生には普通させないでしょ。と驚いた反応を見せました。そして、テテは給食の時間に配るんですよ。と続けます。ジンと J-HOPE は驚いた時間を返してほしいという勢いで、やあ、嘘をつくな。牛乳配りは係でしょ。それはアルバイトじゃないでしょ。と突っ込んでいました。テテは小学生の給食当番でやったことをアルバイトだと勘違いしていたのでしょうか。可愛らしいエピソードですよね。ライブ放送者の皆さん。続いてのテテの珍発言は、テテがライブ放送中に誕生しました。テテが放送者なのに、視聴者に対してライブ放送者の皆さん、と言ったんです。これには、テテも言った後ににやりとします。珍発言をしてしまったと思ったのでしょうか。言い直すかと思いきや、再びライブ放送者の皆さん、こんにちは。僕は防弾少年団の V です。とライブ放送者の皆さんを繰り返していました。目を僕が1回見ました。テテが目を僕が1回見ましたという珍発言をしたことがありました。テテのことを目が見ているの？となってよくわからない状況ですが、テテが本当に言いたかったのは1回目で見た。という単純なことでした。これは BTS がインタビューを受けている時に BTS の中で努力をするコツコツ型は誰？という質問があり、これにテテが答えている中で出てきた言葉です。テテは J-HOPE が努力家だと思っていて、その理由を説明しようとします。ダンスがうまいじゃないですか。
ダンスが上手いのには理由があると思うんです。ものすごく努力をしたんです。夜中まで太ももの力が抜けるくらい練習をたくさんしているんです。と言っていました。そして、それを、目を、僕が1回見ました。と言ったんです。J-HOPE が夜中まで練習していたのを1回見たことがあると言いたかったんですね。メンバー全員テテの目を僕が1回見ました。という発言で言いたいことは分かったようです。そのため笑っていました。ジミンは1回見たんですか？よかったですね。綺麗な目でしたね。と言っていたのですが、子供に対する親のような反応だと思いませんか？ちなみに、ジミンもテテの意見に賛成でした。BTS で一番努力家なのは J-HOPE で、J-HOPE 兄さんは上手なのに、いつも自分の仕事に悩んでいます。と言っていたんです。結局は一生懸命やらないメンバーがいないです。と、BTS は全員が努力家なことを明かしていました。健康いつでもして、2015年3月30日に BTS が台湾の地上波テレビ放送局 CTV に出演し、インタビューを受けたことがありました。台湾でもテテは珍発言をします。健康いつでもして、と言ったんです。メンバーたちみんながいつも明るく、そして病気にならないで、までテテが言ったのは良かったのですが、その後言葉に詰まり、健康いつでもして、と珍発言をしてしまいます。即座に RM が私が紹介します。と言ったため、マイクはテテから RM に移りました。そして RM は、まず、私たちは本当に健康です。と話し始めます。テテが言いたかったのも RM が言ったようなことだったのでしょう。つまり、健康いつでもして、とはいつも健康で、という意味だったんです。インタビューなので緊張していたと思われるテテはいつもより珍発言が出てくる可能性が高かったのではないでしょうか。ステージ上で堂々としたパフォーマンスを見せてくれているテテでも緊張することがあるのかと思ったら可愛くて仕方ないですね。皆さん、夜中は本当に寒いから今日のコンサートが終わったら暗いのは危ないので団結して帰ってください。テテはコンサート中にも珍発言をしていました。2019年10月26日に韓国チャムシルオリンピック主競技場で開催されたワールドツアー Love Yourself Speak Yourself でのことでした。トロッコに乗って移動している時にアーミーに向かって皆さん夜中は本当に寒いから今日のコンサートが終わったら暗いのは危ないので団結して帰ってください。と言ったんです。気をつけて帰ってください。ということを言いたかったのだと思いますが、初めて聞いた人にとっては、団結して帰るってどういうこと？となりますよね。テテなりの気をつけて帰ってください。は団結して帰ってください。だなんて独特すぎました。その一方で、寒さや暗さを心配してくれるなんて素敵すぎますよね。コンサートに参戦していて、実際にこの発言を聞いていたアーミーもどよめいたものの、テテの気遣いに笑顔になったそうです。まとめ。今回はテテの珍発言を見てきました。牛乳配達をアルバイトだと思っていたり、気をつけて帰ってくださいという意味で団結して帰ってください。と言ったり、独特な発言の多さから、テテの4次元っぷりが分かったと思います。目を僕が見ました。や、健康いつでもして。といった文法ミスな発言は、最初は困惑しますが、面白いですよね。テテ自身が珍発言に気づくこともありました。V ライブ放送者の皆さん。と言った時には、間違いに気づいて、戸惑いながら笑っていましたよね。その姿が可愛らしく、面白かったです。個人的には団結して帰ってください。が一番面白いなと思ったのですが、皆さんはどの発言が好きでしたか？